はい、こんにちは。シドニーのセラピスト庄司です。今日はですね、皆さんからのリクエストが多かった正しい歩き方についてお話しさせていただきます。正しい歩き方ができると、ヒップアップとかウエストダウンだとかバストアップといった見た目がものすごく良くなるだけではなくって、実際に歩き方が速くなります。かつ楽に歩けます。ものすごくたくさんメリットがありますので、ぜひぜひマスターしてみてくださいね。これはもう知っとくと得ではなくて、知らないと大損ぶっこきます。で、正しい歩き方、これキーワードがあるんですよ。キーワードは後ろです。後ろです。これどういうことかというとですね、ちょっと僕真横向きましたと、人の体のラインを真横からズバッと切りますと、そして前方向と後ろ方向ズバッと切りました。正しく歩くときにものすごく大事なのは後ろ側の意識なんですよ。後ろ側の意識ですと。人間の体ってざっくり言うとですね、前側が屈筋と言われるもの、後ろ側が心筋と言われるものなんですね。屈筋と心筋です。で、屈筋っていうのはその字の通り屈曲する筋肉、屈曲っていうのは結局折れ曲がって縮こまる筋肉なんですよ。だから多くの人がね、真面目に歩きなさい、ちゃんと歩きなさいとか言われると、こうやって歩くときに前側の筋肉ばっかりを使って歩いちゃうんですね。前側の筋肉を使うっていうことは、前側の筋肉が太くなるっていうことなんです。要するに太ももが太くなったり、ふくらはぎの前側が太くなったり、要するに屈筋ばっかり、前側の筋肉ばっかり続けていったら、どんどん縮こまってきますよっていうこと。それに対して後ろ側の筋肉、心筋ですね。心筋、その字の通り伸ばす筋肉です。ここをちゃんと使って歩くようになったら、歩けば歩くだけ体が伸びてくるっていうこと、いい姿勢になるっていうこと。だから屈筋を使って歩く人、歩けば歩くだけ体が縮こまってくる、体は不健康になるっていうこと。逆に心筋を使って歩けばどんどん体が伸びてくる、健康になるっていうこと。これはもう全く似て非なるものなんですよ。もう砂糖と塩みたいなもんです。なのでぜひぜひマスターしてみてくださいね。で、実際にやってみましょう。歩く時ですね、ものすごく大事な考え方があります。これはもう後ろにスイングすること、後ろにスイングすることですと。やってみますね。例えば今ここからこの位置から左足一歩踏み出しますと。多くの人がやる間違いは、左足一歩前に出しますって言ったら左足に意識をいって前に出しちゃうんですよ。これダメなやつなんですよ。ブーブーなやつなんですよ。左足一歩踏み出す時に意識しなければいけないのは右足、後ろ足なんですよ。左足を持ち上げるときに右足を意識して前に出すこと、これがむちゃくちゃに大事なんですよ。この時にちゃんとお尻側の筋肉が使われることになるっていうことは、ヒップアップにものすごくいいっていうこと。これが前側になったらこっちが足太くなりますからね。今左足を一歩踏み出します。その時右足を意識して踏み出すこと。そうすると自然と大股で歩くようになるんですね。大股で歩くようになるんですね。で、小股でちょこちょこ歩く人、これ絶対ダメですからね。歩くときは大股で、かつ後ろ足に意識をして一歩踏み出してみてください。この考え方めちゃめちゃに大事ですと。やってみます。今は右足に僕は意識をいってます。で、踏み出しました。次はこっちに意識をするんじゃなくって、こっち側、軸足となる方に意識をして、こっち側に意識を集中させて踏み出すと。この足の使い方がすごく大事なんです。反対もやってみます。今踏み出しました。こっち側、後ろ足に意識をいってます。こっち側、後ろ足に意識をいってますと。こういう風に歩いてみてくださいと。後ろ足、後ろ足、後ろ足と、後ろ足に意識を集中させて歩いてみてください。できましたでしょうか？同じことが腕
腕でも言えますと。皆さんもね正しく歩く時になんか腕を振りなさいとか言われますけどね、あれ半分間違いなんですよ。腕を振りなさいって言ったら皆さんこうやるじゃないですか。そうじゃなくって腕を後ろにスイングする、後ろにスイングする、この動作がめちゃくちゃに大事なんですよ。前にこうやって振るのではなくって後ろに振る、後ろに振る、この動作がめちゃめちゃに大事になってきます。後ろに振る動作がすごく大事になりますと。後ろに振る動作、後ろに振る動作。そうするとまた後ろ側の筋肉、心筋群がちゃんと使われる、ちゃんと上半身が起き上がってくる、バストアップにもいい、猫背にもいいと、で見た目にもものすごくいいと。これやってみますね。歩くとき後ろ側、後ろ足に意識を集中させます。後ろ足に意識を集中させます。そして後ろ手のスイング、後ろへのスイングを意識して歩きましょうと。そうするともう堂々と胸を張って歩けるようになってきますと。この歩き方意識してみてください。この歩き方意識してみてくださいと。センター足がもう前に来ますね。意識は後ろです。もちろんこれって体の使い方の癖ですからすぐには治るとは思えないんですね。ただ意識をするのと意識をしないのともう全く将来変わってきますからね。意識をせずにもうえっちらおっちらおっちらもう前側の筋肉ばっかり使っている人、将来おそらくこういう風になります。だけれども今日この動画を見て後ろ側を意識して歩こうと、後ろ側を意識して歩こうっていう人、いくら歩いてもいくら年を取ってもずっと背筋がまっすぐなままです。5年後10年後結果が大きく違ってきます。人間死ぬまで歩き続けますからね。ですので今日から正しい歩き方ちょっと意識をして変えてみてください。そしたら体が確実に変わってきますよ。で体が変わったら心も変わってきます。体と心が変わったら人生が変わってきます。人生が変わってくる歩き方です。ですので皆さんちょっと頑張って正しい歩き方してみてください。一生応援してます。シドニーのセラピスト庄司でした。どうも。息をするときの正しい座り方、これはなんか一瞬で引く、ももの前が腰痛を作っていたってことですね。これが骨盤の歪みだと僕は思います。肩こりはムチから始まるんですよ。そのムチをなんとかして小嘘でもなくて中嘘でもなくて大嘘です。大嘘です。これは骨盤の歪みを自分で直す方法をレクチャーさせていただきます。必ずこれやり続けていったらかっこいい体になることは間違いありません。首周りがしんどい人にめちゃくちゃに有効なエクササイズだと思うんで、もうこの時点で結構胸張れてますね。あとこれがうちの息子のペパくんです。よろしく。よろしくお願いいたします。